土屋先生の UL ハイキング大学 in 山と道講義3ソロ用テントの登場とタープシェルター設営の基本。ここら辺で出てくるそのドームテント、日本だと1970年にエスパースが作ったっていう話になってるんですけども、でそれ以降ダンロップいろんなところが作っていきます。僕らが今2020年代に活動している多くのハイカーの皆さんからした時にドームテントって言うともう 2,3 人用じゃないと思うんです。コロナ期を経たってこともありますけど、個人用のテントがほとんどだよね。で大体昔だと 2,3 人用のテントを最初に買って2人用テント買って誰か友達と行く時に入れられるよって言うんだけども、そのうちみんな1人で行くことがほとんどだよなってなって1人用のテントに買い替えるってよくあるあるパターンがあるし、そもそもグループでやってなければ最初から1人用テントって方も多くいらっしゃると思います。じゃあそういう本当に1人用もしくは1人2人用 1.2,3 人用とかの個人用のそういうテントが生まれてきたのでいうと、皆さんがよく知る荒いテントだと1986年です。で1970年代にドームテントが日本でさっき言ったように70年に生まれました。じゃあそこからソロテントがゴーンって市場に出てくるまで16年かかってるというか、なかったわけじゃないんだけど主流ではなかった。でそういうものがドンって軽量なものとして 1.5 キロを切るようなものと出てきたのっていうのとかは1980年代中頃以降なんですね。ここで結構ポイントになるのが荒井テントさんのラインナップの中で出てきた順番ってライズ1、ゴアライズでエアライズ、1984、85、86だったはずです。ライズ1ってシングルウォールのテントです。ゴアライズもシングルウォールのテントです。ここでだからゴアテックスが採用されます。でみんなが知ってるエアライズ、これダブルウォールのテントです。順番よくみんなテントだとダブルウォールのテントっていうのが一般的で減らしたのがシングルウォールって思われがちなんだけども、荒井テントさんの歴史見ても分かるように最初ってやっぱだからシングルウォールスタートなんです。でもちろん冬用のテントだと外張りとかの構造はあるけども、基本的にそういう軽くしたいってところから来てるから、もともとここって最初にシングルウォールありきで少しでも糖質性を上げようとしてゴアテックスを採用します。だけど生地を薄くすれば二重構造になれば結露対策というかそういうのもできますよねでエアライズになっていく。これをやっても重量がシングルウォールよりこれは軽いんだけどもシングルとさして変わらない重量でダブルウォールできますよっていうので出てきたもの。これが今のこういうエアライズだけじゃないけどもそうやって今の日本の山岳用登山テントが出てきてる。今ちょこっと結露の話も少ししたんだけれども、で結露対策ってどうしますって言ったら北海道は窓ガラス二重だよね、防寒も含めて。何か二重にしていくって結露対策の部分って結構大きいと思ってます。で特にテントの場合は見えなくする、結露がするのは当たり前なんですよ。でもカーテン引くと見えなくなるから安心しますよね。だって結露はしてるんだよ。でもカーテンしてない時のこっち側の結露してるビシャビシャだっていうのと、結露はしてるんだけどカーテン閉めちゃうと見えないから、結露はないものってみんなのメンタルの中であるじゃん。みんなの家結露するよね。だからテントも、よくよくだからお店なんかでもどれが結露するんですかしないんですかって話が最近すごい出るけど、みんなそんな結露気にしすぎやろと。ダブルウォールのテントもレインフライはめっちゃ結露してます。ビシャビシャです。みんな使ってればわかるよね。でもあれが結露対策になってるのは本体があるから結露してるのが見えないから安心できるんだよね。もちろん風が吹いてバラバラってなれば本体があればさ、フライからの結露がバタバタバタってボタボタボタってのはないから、それは確かに異分はあるんだけど結露してるのは全部一緒。ダブルウォール化することでその結露を見えなくするっていうのかな、ちょっと遠ざけるみたいな。決してだから結露がなくなるわけではないんだよね。結露は起こってます。それとどういうふうな距離感を取らせるか、それは物理的にもそうだし精神的にもそうだけど、それをなるべく気にしないで済むような形を作っていくっていうのが、基本的にはテントの結露対策だと思います。昔だと登山の仕方の違いも、ちょうど今結露の話になったので、ドームテントまで行ったし、ドームテントってさっき言ったダブルウォール化することでレインフライをかけて3シーズン使ったり、冬だったらば外張りっていうのをつけたりだとか、
場合によっては内張りっていうものをつけて対策をしていくんだけども、そういうことでこう保温だとか結露対策とかって行うんだけど、何度もさっきから言ってるんだけども、その1980年代90年代までって一人でテントに入るってスタンダードではなかったっていう認識はすごく持っててもらいたいんですよね。だからテントの中に2人か3人いるんですよ。そこで人が生きてるんです。だから三田さんとヒデとキムが狭いテントの中にいて「暑かった」ってやってたら暑苦しいっすよね。当然そこでみんなも経験あると思うけど、同じ部屋の中に何人も人集まってると暑いじゃないですか。窓開けましょうってやるよね、友達が遊びに来たら。でも友達帰ると寒ってなりますよね。だから人の体の熱源って実はすごく大きい。あと呼吸すればそれに水蒸気が出る。それが狭い空間の中で行われていると、それ結露の発生源になります。でさらに冬山になってくると、で昔の登山って冬山やること大前提って言ったら変なんだけど、登山やりますイコール冬山行きますっていうのと同じような時代がやっぱりありました。山岳部とか山岳会とかそういうのが主流だった時代って。ってなると冬だと水作りますよね、雪やって。で大体テントの中でやるじゃないですか。冷静に考えたら水蒸気大発生させてますよね。でその中でさらにご飯も食べる。さあ水蒸気また大発生です。そんなことやってるとテントびしゃびしゃなんですよ。本当にソロでやってる時の日じゃないぐらいびしょびしょになるんですね。だからシュラフカバーが出てくる。一つのテントの中そんだけ水蒸気大発生させて結露バンバンってなった時に、じゃあこの中で寝るぞってなった時にこういう感じで寝るわけですよ。重なる感じで4人が寝るとする。互い違いに端っこの人間びしゃびしゃなんです。だからシュラフカバーいるって考えてもらうといいかなと。で特にその当時の冬だったらば、その当時のっていうか今でもそうだけど、じゃあ北アルプス冬入りますってなってくると1週間の工程で行くとすると予備日をもう1週間取るんですね。だから1週間工程の登山をするんだったら日数として計画上日数確保するのって2週間なんですよ。だから3日間の工程でも1週間予備日同じだけ取ってやるんですね。でこんな状態でずっとそんなのやってたらば寝袋濡れたらアウトというか、凍った溶けたで濡れてるわと思いながら入るんだけど嫌じゃん。なのでシュラフカバー使ったんですね。だから山岳部とか山岳帰るとシュラフカバーを変えて言われるの。シュラフカバー必須のもとは僕はそこだと思ってます。この状態で夏寝たら寝袋してたら暑いんですよ。だから山岳会や山岳部だと夏になったらシュラフ持っていかなくていいんですよ。だってテントこの中人いっぱいいるんだから。だからシュラフカバー使えるんで夏はシュラフカバーだけでいいから。で冬はシュラフカバーつけてっていうのがもともとのスタンダードだから。でなおかつさらにシュラフカバーって防水でもあるのでシュラフカバーでだけあればビバークできるよみたいなのもあってシュラフカバー必須にはなってる。でもこれが一人で寝るんだったらばそれまでのことってあんまり起きないよね。比較の問題なので昔はこうだった今は違うっていうのもちょっと乱暴ではあるんだけどね。ただ実際一人でこうやってシュラフカバー使っててシュラフカバーの内側がやっぱ濡れてるって経験はあると思うんだよね。でもシュラフカバーって使わなきゃいけないのかなって思ってる人もいっぱいいると思うんですよ。シングルウォールのシェルター使ってるとかタープ使ってるセルト使ってるとシュラフカバーとかビビーは必須なのかなって思いがちになるんだけど、別に屋根はあるんだからいらないってやってもいいし、ビビー使って内側結露することもあるので使う使わないっていうのは実はその必須ではなくてみんなの判断に委ねられてたりだとかっていうのはします。ちょっとダブルウォールの話から少し脱線はしたんですけども、テントを考えていくときに複数人数、ドームテントのところで多人数で寝るためのドームテントから1人2人で寝るためのドームテントに移行してたのと一緒で、そういう過程の中で登山形態も変わっていく。で特に個人用のドームテントが出てきてから今だったら40年近くか経っていく中で、特にその2010年以降とかはソロのテント探査も日本でもどんどん増えていくし、特にコロナ禍以降はソロになっていったりだとかするので、何人で使うっていうこととかがどんどんまたテントの形っていうのを変えていくのではないのかなと思います。特に僕らがテーマにしているハイカーズデポでもそうですけども、大和道さんでもメーカーとしてやっぱりその標榜しているウルトラライトで、それが生み出された元になっている長距離ハイキングって、もちろんそのハイキングの途中でバディが生まれたりとか何人かで集まって同じような、今だったらそのトラミティって言い方もここ数年するようにはなって、トレイルファミリーって言い方とかもできてきてるけども、そういうような集団で動くこともあるんだけど、基本的には一人一人が独立してる形でやるってなってくると、ウルトラライトとか
ロングディスタンスにおいてっていうのは夫婦とかカップルで動くんでない限りはやっぱり自分のソロ用のテントっていうのを考えるのが一つの文化的な背景というかになってきてるのかなと思います。ただそこに行くまでにこういうふうな今みたいな話したような歴史があるっていうのは一つ頭の中に置いといてもらえればいいかなと思います。多人数か一人なのかっていう違いはあるけれどもテントの形状そのものっていうのは昔のものを見ることによって実はすごくこういうこともできるんじゃないかっていうアイデアっていうのはすごく生まれてくるんじゃないのかなって思っていますと。でじゃあこういうふうな形でテントの違いをちょっと話した上で一回ちょっと質問を挟んで休憩に入って実際にいくつかテントを立ててみたいなと思いますと。歴史の話にもなるかもしれないんですけど、はいノースフェイスが1970年代にテントを作ったって話があったと思うんですね、その前はビルさんとか、アマリーさんっていうのは個人にあたる個人が作ってきたっていう歴史があるんですかね。ここら辺とかはテントって基本的に特にこのママリーとかウィンパーのこの頃とかってメーカーがあるわけじゃなくって日本なんかでもテントはオートクチュールオーダーメイド縫えるところにお願いして作ってみたいな。夏目さんすいませんちょっとテントこういう形で作ってほしいんですけどいいですかみたいなのでいいですよって言って縫ってくれるみたいな。ビルモスだとか、ノースの場合、ノースはこれメーカーになってるんだけども、アメリカのここら辺に関して言うと、デザイナーとか建築家が自分のアイデアを形にするっていうのが一番多かったですね。だから今でも例えば日本でもさ、三木黒田さんなんかは建築家でしょあの人って。だからその人が自分でテントを作ってっていうところからスタートだと思うんだよね。でそれを販売してるみたいな形だったりとかそのアイデアをメーカーさんが買うみたいな。だからノースの場合はバックミンスターフラーのジオデシック構造のものとかを彼が考えたものを形にしてテントにしましたみたいな。昔は結構今も妙具の精神が当たり前というか自分たちで作ったり自分たちでこういう設計したくて作れないから誰かに頼んだりするのが当たり前で、でここの何ですか4、50年とかでメーカーが出てきたことによってちょっとまたその流れが変わってきてるっていう感じなのかなっていうのが思っていたんですけど、当時やっぱり山をやるっていうこと自体がお金がかかるものだったしスポンサーがついてみたいな部分ってあると思うんだよね。特にヨーロッパの19世紀に行われているものとかってやっぱりある程度貴族がお金を出してたりだとかそういう特に極チェーンだったら国家がお金を出すようなスポンサードするような時代とかがあったから一般の人まで降りてきてなかった。で日本でもやっぱり戦後の登山とかだとさっき言ったように大学山岳部とかが中心になった時ってさっきも言ったように経済的にもいろんな部分で多少ある程度恵まれてる指定の方家庭の方たちが言ってたみたいな背景もあると思うんだよね。よく言われるのがそれに対するカウンターとしていわゆる町工場で勤めてるじゃないんだけども社会人山岳会そういった別に学歴も家柄も何もない働いてる人間たちが俺たちも山に行くんだっていうんで社会人山岳会が出てくる時代は。でもその当時も何かあったかっていうとやっぱ本当必死にお金貯めて高い輸入品を買ったりだとかどこどこにお願いして作ってもらうとかっていうのがやっぱ長かったと。だ本当それがある程度広まって一つのマーケット市場として成立するってなったから出てきた。ウルトラライトもそうだと思うんですよ。みんな魅力でやったりとかあるものでやってたんだけど市場が成立してくれば自分で作っていったものがメーカーとして商品になっていったりだとかっていう流れは実はどこの時代も一緒なのかなとは思います。でも今なんかは本当に特にウルトラライトになったことで道具がシンプルには先祖返りというかしてるじゃないですか。だから複雑な機構のものを作るんではなくて本質的なものエッセンスを作り上げてシンプルな形に落とし込めば誰もが作れるってなってると思うんですよね。だからより自分たちで作るとかどこどこにお願いして作ってもらうっていうのはウルトラライトが出てきたことでもう一回ちょっと復権というかそういう部分がまた盛り上がってるっていうのが今の現状なんじゃないのかなとは思いますね。風に対する強度で話ちょっと戻っちゃうかもしれないですけど、なんかドーム型テントって、ロープが骨格についてるみたいな感じだと思うんですよ。ワンポールの、フロアレスシェルターとか何でしょうピラミッド型、とかだとどっちかというと生地からついてるで、なんとなくだとやっぱ強度ってやっぱ骨格から引っ張った方が強い感じがするんですけどそこに関してはでもやっぱり同じというか、多分生地そのものの強度も出てくると思うんですけども自分が一番感じてるのはこれ正しいかどうかは分からないです。
ちょっと自分の感覚の話になってくるので、布地があった時に布地のここの中心何もしない、ここから紐ビーって引っ張ってやるとここは多分ちぎれると思うんだけども、ここのところに剥を入れる、要は縫い合わせる、ここでのところにタイアウトをつけて引っ張り出すと、ここが構造線にちゃんとなってくれればちょっと変わってくるんじゃないのかなとは思います。例えばピラミッド型のシェルターの時なんかだったらば、これってあくまでやっぱ柱から直接外が絶対にいいに決まってるんですよ。それができなかった場合とかだったらば、横から見た時にピラミッドシェルターのここから取るんじゃなくって、この縫い合わせてるここから取ってあげる、まだこっちの方がいいのかな。だから順番的にはポールなり構造材となってるところから取ってもらうのが一番強度はいいと思います。ただじゃあドームテントがそのいわゆるポールから取ってるから絶対かっていうと、ポールしなってるじゃないですか。張っててもしなりの強度超えちゃうとやっぱ折れるんですよね。で実際今年友人と行ってて、やっぱ友人のポール折れてます、風で、ドームテントの。だからその時は友達隣でパキーンと音がしたから、なんだって夜中で見てたらばポール折れてたから、速攻で大丈夫って言って補修パーツ渡しに行った後、自分はそそくさと自分のポール抜きました。そこまでの風になっちゃうと。だから構造材から針を取った方がいいのは間違いない。でもそれすらも絶対ではない。で順番的に考えたらば構造材柱から取る、でその次は、縫い合わせの部分っていうかから取った方が自分はいいのかなと思ってるしっていう感じですね。なんか風が極端に強い時、なんか昔山やってる時に、ちょっとロープ緩めてくださいみたいなことをなんか言われたことあるんですけど、やっぱそれってなんかソリッドにしすぎると、やっぱどっか生地が破れたりとか、さっきみたいにポールが折れたりするから、なんかちょっとこう緩めてくださいって言われ、なんかこう習ったことがあったんですけど、それってどうなんですかね。多分緩めなさいってこと、緩くしなさいじゃなくって、がっつり引いてからちょっとだけ緩めるみたいな感じだと思うんですよね。それってだからどうなんだろう、なんか理系の人に計算してもらいたい。ただなんか感覚的に、例えば人によっては針綱何本とここのところに何個かこうなんだろう、短い区間だけどバンジー入れてそのショックアブソーバーみたいにするって人もいたりはするよね。で特にやっぱ風が吹いた時にバタ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 大きく揺れてしまうものとかだったらば、そういうのが有効な気もちょっとはする。ただ自分は結構バチッと張っちゃいます。僕もなんか実際それやってもいい時もあれば悪い時もあったり、正解がなんだろうなと。そうですね、僕の話って基本的にはこう概論の話になってくるから、多分各論ですごく専門的な部分とかだったらばそれを本当にやってらっしゃる方とかで、特にそういうのって計算で出していった方が多分こうだっていうのは出てくる気がします。自分も聞いたことはあるけど僕は緩めないです。てかどの道壊れるよって思ってるんで、僕も耐えられないってなったらば僕倒しちゃうんですね、緩めるとかじゃなくって。さっきのドームテントのやつとかでも風速20後半とか30近くになってきた時って向きによって全然変わっちゃうんで、基本的にはそうなったらば抜きます。もうなんかこういつまでも耐えれるとかってことじゃなくって、なんかもう自然の脅威には耐えられないんだから、いざとなったらば倒す。で早く朝になんないかなっていうふうにやるようにはしています。倒したらテントの中で寝てるんです。それとも上で寝てる？テントの中でそのままブーって。そうだけどまあちょっと空間作ってね、ザックピッて持ってきて、で朝起きたらピュッて立てるみたいなのをします。だからもうどのみちね、そうなってくるとやっぱりそこまで風が強いとやっぱ寝れないじゃん、気になってブワーンとなってきて、おおって背中で押さえたりだとかで寝れなくなるんで、もうだったら倒しちゃう。よくワンポールテントに昔言われたのは昔の OR で、嵐になって、ワンポールだけが残ってたっていう。あれ僕その時いたんです、その場所に。はい。あれ本当です。あれは本当。あれは都市伝説っぽくなってるけど、あれリアルに本当なんですよ。ヌックタックってデナデザインのその当時のワンポールテントだけが残ってたっていうのはあれリアルな話。ただあれって結局同じ人が同じように設営してないじゃないですか。してないんですよ。要は各メーカーさんがそれぞれ設営してるから、設営する人間が適当に設営してたらやっぱ飛ぶよねっていうのがあるんで、どっちが優れてる議論、ワンポールテントの優位性をなんかこう示す話として皆さん使うし、エピソードとして使ったことはあるけれど、テスト条件が一緒じゃないっていうか、その同じ人が張ってないから。ただドームテントだから安心っていう風なのの方が僕怖いなと思ってるんですよね。ドームテント風強いんでしょ、だから安心って
っていうのの逆説的な注意喚起みたいな形で使ったりはしてます。だからドームテントもそのフロアの固定点しっかりとペグ打って、さらに針綱をしっかり引かなければ耐風性は出ないんだよ、ドームテントであるだけではダメなんだよ。むしろそういったワンポールテントとか非自立型のものでもちゃんと設営をすれば風に対してはきちんとできるんですっていうような、だからその設営をちゃんとするっていうことがどのテントにおいても大事っていう話に使ってるっていう感じですかね。僕今セルト使ってるんですけど、はい、セルトってポールを立てて、はいテンションをかける場合と、つる場合も考えられますよね。このポールを立てる場合とつる場合っていうのはなんか強度とかに大きい差は出てきますか？基本的に柱が木だったら木から釣った方が強いと思います。その時って木で釣った時って木が柱じゃないですか。建物のセルトの柱が木ですよね。だから木が倒れるぐらいの風が吹かない限りっていう話になると思うんですよ。ただ実際そこまでになってくると縫製部分がいかれると思います。だからテントの強度ってすごく複合的なもの要素多いと思うんですよね。その柱がどれぐらいしっかり立ってるかだけじゃなくって、素材の強度、あと縫い合わせてる糸の強度、あと縫い方がどうか、そこに補強材が入ってるのかどうかとか、いろんな要素があるので一概には言えないと思います。ただ接続部分とか縫製部分がぶっちぎれるぐらいっていうのはないことだったらば、木から釣った方が当然木の方がポールよりはしっかり立つから僕は強いと思ってやってますね。ドーム型のテントで、吊り下げ式とスリーブ式、それぞれの優位性とかっていうのがあるんですかね。吊り下げ式の方が設営撤収が早いっていうのは1個ポイントだと思います。であとそれ以上に吊り下げ式の場合、悪天候の時にフライシートをかけてる状態で本体から先に撤収ができるっていうのが吊り下げ式の最大のメリットかなとは思いますね。ちょっとそれ結局そのポールのエンドをどう処理するかによっても変わってはくるんだけども、そこが一番ちょっと大きなポイントが吊り下げ式だと思います。でスリーブ式の場合はスリーブの方が言われてるのが生地に負担かからないって言われてますね。スリーブ全体で生地にテンションがかかる、テンションが分散される。吊り下げ式だと吊り下げてるポイントで点でかかっちゃうんで、強風下の時なんかにスリーブ式の方が生地に負担はかかりにくいですっていうようなのは言われます。僕の知り合いでも結構吊り下げ式が壊れやすいっていう意見を聞いていて、スリーブ式よりはそうだからそれは多分そのお友達とかは多分吊り下げてるフックの縫製接合部分とかが先にちぎれちゃうとかだと思うんだけど、それはそこのところにどうしても負担が集中するから。だから昔それを吊り下げ方式でも吊り下げに近い形でも分散するようなのとかで、今はないけど日品さんっていうところとかがメスナーテントっていうのとかを作ってて、コードを巻きつけるような形で止めていくっていうちょっとね特殊な形のものとかもあったんだけど、大きく今現状市場に出てる吊り下げ式だとそうじゃないもののスリーブ式の優位性の差っていうのはそういうところですね。どっちか雪に弱いとかってなかったですっけ？陶器に使って凍って。だとするとそれでもスリーブの方が凍っちゃうとアウトですよね。ただ結局のところ陶器だ山岳用のテントとかだと吊り下げ式はほとんど悪天候になればなるほどやっぱみんなスリーブ式に結局はなってるのが現状だとは思いますね。ただ確かにそのスリーブが本当に凍っちゃうと通せないから、そうすると溶かすとか。でもそれってよくポールとかもポールのジョイント部分が凍っちゃうとみたいな話とか出てくるんで、そこはどめ注意するしかないのかな。耐風性とかその生地への負担でいうとやっぱスリーブ式の方がいいっていうのは聞きますよね。設営場所が狭いと吊り下げの方が移動範囲とか狭くていうね。スリーブ式ってちょっと遠くじゃないけどスリーブを押し込むスペースもちょっと必要だけど、スリーブはその場でパカンパカンってやって引っ掛けるだけで済むから、そういう差があってどっちがいい悪いではないとは思います。今回ちょっとこっから立てるのって非自立型をちょっと中心にして多分やっていこうと思います。多分みんなにとってのお客様の場合そっちの方が多かったりとか興味持たれてる方も多いと思うので、一応参考までにさっき自立型のドームテントのお話をした時にその設営面積って話とかしましたけど、参考までにシングルウォールの自立型のものとかだと固定をするとかってことじゃなくって耐風性のために形としての云々だったらばこの面積で寝れるよと。で同様にビビー、これ山道さんの方の装備だって聞いてますけども、いわゆるビビーサックだったらばこの面積でいけますよと。じゃあ翻ってタープで今ここでちょっと用意してるのっていうのがタープって普通大体大きさで言うと5フィート8フィートっ
言われてる、150センチ ×240 センチ。よくポンチョありますよね。で、ポンチョタープのサイズがだいたいこのサイズです。この数字だけ見ると寝れそうなんですよ。十分。でもこれで貼ると、ほとんど立体にすると超狭いんです、実は。だからスタンダードなものっていうのが、この2倍のサイズ。8x10 って言われるんだけども、300センチ ×240 センチ。物を作ってる大和道のスタッフさんに言うのは、社会に説法だと思いますけど、150センチって大体布地の陽弱なことが多いじゃないですか。だから基本的にタープって大体要は、売られてるのその150のフルの陽弱を240のでカットして、ピャッピャッピャッと周り縫うっていうのが実はほとんどです。ロスもないから。で、それを2枚つなげるっていうのが基本的なスタンダードな形になります。ただ逆に今度これだと、でかすぎるので、例えばこれの、これぐらいのものとかっていう風なのを作ってるところもあります。で、今回はそれなんですけども、タープを貼るってなった時に、何も骨格がないんですけども、タープ貼る時に一番ポイントになってくる。特に非自立型のシェルター、どれも共通して言えることなんだけども、三角形を意識してもらうとすごくいいです。要はこのポールを立てなきゃいけない。で、このポールを立てるのがみんな多分不安なんだよね。これが倒れちゃうんじゃないかって。これを倒れないようにするには、じゃあどうしたらいいのか。いろんな貼り方って慣れてくると、これができる、あれができるってことがあるんだけども、今日はそういうことの前に、設営における基本的に、ポールを立てようと思っている反対側の2点を押さえてほしいんですね。こうやって引っ掛ける。どういう形でも、今こうやって輪っかに入れもしたし、ここのところをクローブヒッチとか、それなりの結び方で固定してもらっても何でもいいんだけども、とにかく落ちなきゃいいんで、これ。大事なのって何々ノットを使うとかじゃなくって、この固定したものが下までズリズリズリって落ちなきゃいいんですね。何でもいいです。極端なこと言っちゃうと、テープで固めるでも全然いいんですよ。何々ノットじゃなきゃ、ノット忘れちゃったから立てられないっていうのが一番もったいないんで。もうそしたらば、このポール、こっからまっすぐ、その中心線持ってきて、これで終わりです。今三角形って話をしたんだけど、1、2、3、3箇所固定してるよね。そうすれば、この三角形の中にあるポールは固定されて倒れないんだよね。イメージしやすいのが、固定点この2個じゃなくって、この真ん中だったらば、しかなかったら、超絶バランス取ってれば大丈夫だけど、ふら倒れるのはイメージできるよね。だから、2点だと固定できないので、三角形を作る。この三角形の中にポールを収めるポイントを入れていけば立ちます。もちろんこの中心線のところに配置するのが一番いいんだけれども、基本的に三角形の面積の中だったらば、この固定点、これの中だったらば、ある程度安定しては立ちます。この三角形を意識すれば、ポールはこう立った状態になる。で、あとは、ここの端っこを、あとはこれこうやって固定すればいいだけ。これで終わり。別にこれもちょっと高く取りたかったら、こっから出す紐を長くしてあげれば、ここ上げることができるし、向こうみたいにギリギリまで持ってきてあげれば、三角形作ってあげさえすれば、あとはどうにでもなるし、ここのところ引っ張り出したかったらもう一本長いの持ってきて、こうタイアウトループがあるものだったらば、引っ張り出してあげれば、中は広くなります。これ今、向こう側を完全にこうベタっとさせちゃってるじゃない？でも中には、こういうタープの貼り方って結構、こういうちっちゃいタープ使う場合とかは、みんなスタンダードにやることが結構ハイカーも多いと思うんだけど、2本、ここにもポールを立てたいっていう人いるよね。そういう場合も実は考え方は一緒なんですね。三角形。だから言っちゃえばここがピーンと張ってるか、たるんでるかの違いだけで、固定するポイントって1、2、3でポールを立ててるっていう行為は実は一緒です。だからこの三角形こっち側で作った後に、もう一回逆サイドに三角形作ってあげるんですね。こうやって。こっちが引っ張り出す前に、ここのところを固定して、こっち固定して、引っ張り出してあげるっていう行為をやれば大丈夫だよね。
で、みんなが戸惑っちゃうのって、先になんかこう地面だけやってってやったりとかすると、なんかうまくわかんなくなっちゃったりとかするのね。だからこう三角形をタープ貼るときっていうのは、こういう感じで意識しておいてもらうと、確実に貼れます。タープ立てるとき、結構これ三角形をいつも頭の中に入れとくと、どういうのでも実は大丈夫。ツエルトとかも基本、こういうあれです。そうなんです。なので、もっとわかりやすくツェルトでいきましょう。なんか、まあタープ、今さっき言った一番こうシンプルな形なので、まあちょっと話をしたんだけど、この今の三角形2つっていう構造が、実は非自立型のシェルターを建てる時の一番の基本になります。だからこれの後は本当組み合わせと実は応用なんですね。なので、とりあえず今日よくわかんなかったっていうか、そういえば三角って言ってたなっていうのと、三角形作って、その三角形の内側にポールとりあえずぶっ込めば、ここに頭入れてれば、とりあえず濡れないみたいな感じで思っといてもらうといいです。セルトにちょっと行ってみましょう。今、三田さんからあったように、セルトも同じですかってお話があったので、セルトも基本的には、これの応用形というか、さてじゃあ、セルトに行きます。セルトの場合、ちょっと手順は少し違うんだけれども、意識するのは実はさっきと同じです。まあ、セルトの場合って、タープみたいにして立てられたりとか、まあ、いろんな応用が効く道具なんだけども、今回はとりあえずまず、普通に立てるところでやります。で、セルト立てるときって、基本的には、この床面のところを全部開いて、設営するんだったらば、さっきのタープと同じような考え方になるんだけども、これを床もせっかくあるなら床ちゃんとってなってくるんだとすると、床をとにかくまず最初閉じときます。四隅を固定していきます。で、まあさっきと違うのは床面きちんと作っているので、先に四隅全部固定をしちゃいます。あとやることって、これで終わりなんですね。これ上げることで。これ持ってて。じゃあ JK。じゃあ JK これ持ってて。はい、以上終わり。で、要は誰か持ってくれる人がいるならこれで OK なんだよね。基本的には床面ちゃんと作って引っ張り出してあげれば OK。この考え方って、例えばこの中から、このサイズセルトはちっちゃいから、ちょっと無理だけど、中の居住スペースさらに狭くなっちゃうんだけども、ワンポールテントって、ピラミッドシェルターってなんかこれで突っ張るわけじゃない。突っ張る代わりに引っ張り出す。引っ張り出す方法があれば、何でもいいよね。引っ張り出すっていうかこう、上げる方法が。で、中から突っ張る。だけど狭くなるから外に引っ張り出す。で、さっき言った引っ張り出して結びつけられればそれで OK なんです。さっきだからね、木で結んでって話してたけど、それはってやればこれでもう全然 OK なんだよね。で、木がないから、じゃあこういうポールを使いましょうってなるのですが、じゃあそうなった時に引っ張り出してあげて、外に木がない代わりにじゃあポール使いましょう。で、この時に結構セルトをきれいに貼れない人で多いのは、これをさっき言った上に引っ張ればいいよね。上に引っ張ればここテンションかかるんです。で、これを横に引っ張ろうとするのね。横に引っ張ると、これ絶対テンションかかんないんです。だから、この角度にしたいわけなので、ポールをここに立てたいんだったら仮に、ここの高さまでポールがない限り、綺麗に立たないんですね。だからポールの高さがここまでしかないんだったらば、これ寄せなきゃいけないんです。そうするとこれ引っかかりますよね。うまくできてない人ってこれをここでやろうとして、ここで結んで一生懸命引っ張るのよ。あれなんか張らないなーってグーグーグーって引っ張るんだけど、これじゃダメなんですね。だから高さを、まあポールの高さが足りるところまで持ってってあげる。じゃあ長いのがあれば外出ててもいいんですかってよく言われるんだけど、これは柱なのね。で、木みたいにすごいしっかりとしたのだったらいいんだけど、これってやっぱ仮の柱じゃない。家の柱は中にある方が本来はいいはずだよね。でも外に出てるんだったらば少しでも家の近くに柱はあった方がいいと思うので、出入りは大変だけども、これは近くに持ってった方がいいです。柱としては。で、あとはだからまっすぐ。で、こうすると、実はさっきやってたみたいに、さっきのタープと同じでしょ。これもだから、1、2、3箇所で固定されてるわけ。だからこれ、こっち側立てた時って実はここの2つって関係ないんです。立てるにあたって。
ださっき、チェルトも一緒ですかって質問の時に一緒ですって言ったのは、床面きちんと出したいので、まず4隅きちんと固定したんだけども、このポールを立てるにあたって、機能しているペグ固定点っていうのは、1、2、3箇所なんですね。それはさっき見せたあれと、実は同じなんです。って考えておいてもらうといいかなと思います。あとは反対側も同じことをすればよくてですね。普通にチェルトの場合は、こういう感じです。で、ちなみによくだからここ、サイドリフターの話って出てくるんだけど、このさっき言ったサイドリフターを出しても、構造線から出てないじゃない。布地の真ん中から引っ張り出してるだけなので、これをいくらピンと張っても耐風性には影響しないんですね。これ、やるんだったらば、本当はこういうところから、特にこのチェルトの場合ってファイントラックさんの場合って、主要な線のところに第2馬のラインが入っているので、それをポールだって見立てていくと、そういう構造線のところからさらに取っていけばいいのかなとは思います。ただ、そうじゃなくっても、チェルトの場合、中を広くする云々じゃなくって、サイドにあればここも固定しちゃうの。地面へ固定するポイントが多ければ多いほど、地面にはしっかりと固定されるよね。だとすると、今4箇所で貼ってるんだけど、6箇所にしてあげれば、もっと地面は強くなるじゃん。よくチェルトってだから、山の雑誌とかだとここから2本出してるじゃない？ 2 本出さないと立てられないと思ってる人がいるんだけど、2本出さなくてもさっき言ったこれと同じ理屈なので、1本ずつで全然十分です。この中で、チェルトちょっと興味があるけど、ちょっと不安だから使ってないって人なんかいる誰か。ちょっとこれを、この方向にちょっと動かそうとしてみて。こっち側。動かないでしょ？じゃあこっちの方向、横の方向。動くよね。このポール、今やってもらったんだけど、この理屈で言うとね、この三角形のところにこうポール立ってるじゃん。そうすると、このポールって、この方向と、要はこっち側の方向にテンションかかってるから、この方向には動かないんですよ。両側から引っ張られてるから。でも、サイドにはこうやって動いちゃうのね。だからみんななんかこうやって、不安ってなるわけ。こっちは動かないのに。じゃあ、どうしましょうかってなると、で、これを立てるのだけは三角形をちょっと意識してもらうと、他のタープとかを立てるときにすごく利便性が高いというか理解が早いというか応用が効きやすいので、ちょっと今これで立てたんだけど、もっと風に強くしたい。風が吹いてきて不安ですってなったときに、もう一本こうラインを用意しといてあげれば、チェルトのところに、要はもう一本出してあげて、ちょっと斜めにこれ置いてあげます。これ置いた一本をもう一回ちょっとこう開いてあげます。こうしてあげれば2本出しに移行できるでしょ。で、こうすると今度このポールは向こう2箇所とこっち2箇所から固定されてるんで4本で固定されてるんで、こうなるだけでちょっとこれ触ってみ。違うでしょ。動きにくくなるのね、ここで固定されてると。なのでやっぱりこれ2本出しをするっていうのは、よくその山のやつでチェルトでこうやって出してるのっていうのはやっぱ意味はあるのね。ただ毎回これやろうとすると一人でこう2本出すのとか大変だったりとかするんで、まあ1本でもバランスよくやれば大丈夫なんだっていうのは理解しておいてもらうといいかなと思います。これじゃないと立たないと思っちゃうんじゃなくて、こうすると耐風性が上がりますっていう理解をしてもらうと全然違うでしょ。じゃあみんな触ってみましょう。ここそう全然違うでしょ。カチカチですね。カチカチなんです。そうなんです。中に入れちゃうってのもありなんですか？そうなの。あれはフリーライトのやつとかは本当ツェルトを中に入れたっていうだけですよね。全然ライン1本増えると違うでしょ。三角形でポールは立ちます。でもそこが固定点がだからどんどん増えるとこれすっごく丈夫になるんです。サーカスのテントっていっぱい針綱引っ張ってるよね。だから太くてでかいやつでも何本も針綱張ってあげればこれってもうガッチガチに固定されるわけだよね。だから最低立てるのが3本と思ってもらうと。それが4本に増えるだけでも膜体軽ければかなりいけます。まだ不安だったらどんどん出せばいいんだけど、そんな状態やってもさっき言ったようにぶち切れますよって。ただポールの強度を出すんだったらばこれで OK。さっきちょっと三田さんが少し言ったんだけど、今チェルトはこれちっちゃいじゃん。大きさ的にこのサイズと一緒です。だからポールが中に入っちゃうと寝るスペースがなくなっちゃうよね。
まあ僕らとか夏目さんみたいにちびっこだと、それでも、あ、いけるよいけるよってなるんだけど、まあヒデとか JK とかキム兄は、まあ無理だろうと。ただ、もしこのツェルトが大きいんだったらば、このポールが外なんじゃなくって、内側に入ってたらば、これポールの内側からテンションをかければ、このポイントがポールよりも外側に出てるよね。固定点の内側にポールが入ってるので、このポールもしっかりと固定される。で、さらにここからテンションをかけてあげれば、細引き出してあげて、ってあげれば、この固定力ってもっと上がるよね。で、それでもダメならば最後、もうダメだってなったら中で倒してあげる。こう考えるとこのポールのポイントが内側にずれた状態っていうのがツインピーク型のシェルターだし、ってことはなんか理解できるね。こちらがピンと張っててこう、真ん中がもっとふわーんとなんかなってる。だからこう、ポールをどこに入れるか。ポールを中に入れたいんだったらば、テント全体っていうのをだからもっとさらに大きくしてあげる。だから非自立型のシェルターって、そのポールのポジションをどう取るのか。で、あとは居住空間をどう取るのか。とかで、面積っていうのが実は大きく変わってきちゃいます。それが一番自立型のテントと一番大きな違いっていうふうに思ってもらうといいですし、このポール、家の大黒柱がしっかりと立ってれば立つよね。で、大黒柱をしっかりと立てるための方策としてはこういう方法があるよ。で、あと家の基礎がしっかりとしてれば建物は大丈夫だよね。で、その基礎をしっかりとさせる方法っていうのは、まあ四隅だけじゃなくって、場合によってはこういう場所も固定をしてあげる。そうすると実はだからこのツェルトだけなんだけど、タープとツェルトをこうやって見ていくと、実はその非自立型の、シェルターの建て方っていうののいろんな要素が実は入ってきているのがよくわかるかと思います。実はこれを真ん中でボンって立ててピラミッドにしたのがピラミッドシェルターじゃんみたいな。そういうふうに考えてもらうと一番いいかなと思います。なんか今の段階で質問ありますか？今インナーポール使ってるんですけど、はい。どのぐらいの効果がありますか？耐風性は。インナーポールは耐風性に関係ないと思ってください。ここをペグダウンしても。そう。ペグダウンしてもっていうか、インナーポールそのものはここと同じで、内部の空間を広げるためのものって思ってもらうのが一番いいです。だからさっきちょうど出ていた極地用の進化したウィンパーテントの中もここポール入れてるんだけど、あれはやっぱり壁が寝るので、壁が寝ちゃうのをなんとか広げる。そのために外から引っ張るか、内から広げるかの違いと思ってもらうといいですね。でも、それ居住空間は広くなるし、そのこと自体は全然いいと思います。で、例えばもしやるんだったらば、それこそ、インナーポールって某 M 社さんの、だよね。はい、インナーポール入れるじゃない？はい、もしやり方があるとしたらば、今、ツェルトの場合って、インナーポールここで結ぶのと、ここにポケットがあるだけじゃない？はい、やりようがあるんだったら、ここのところの内側に紐をくっつけて、で、この外側のこれとも一緒に全部縫い付けて、固定してあげて、ここ引っ張った時にだから内側のポールを引っ張れるような感じで固定してあげれば、耐風性は上がるとは思うのね。ただ、それをしなくてもいいかなとは思う。そこまではやらなくても全然十分対応はできると思います。ツェルトって言い方よりは、この三角屋根のテントって、昨日今日始まった形じゃない。要は、100年以上の歴史がやっぱあって、初期の頃から過酷な環境下でも使ってこられたし、日本においても、いわゆるそのクライマーだったりだとかが使ってきた道具だって考えたときに、ある程度もう今のこの現状の状態で完成はしているから、不安に思わなくていいと思います。で、やるとしたらば、よりだからこれをもっとなんか変えられないのかっていう実験精神でそういう改造をやっていってみるとか、改良してみるっていうのはトライアルしていいんじゃないのかなとは思います。こっちから風吹いてたらこういう風に立てるのがツェルトの場合正解なんですか？基本的に風向きに対して横から受けないようにしちゃえばそれでいいと思います。これ、高さをだから変える、やろうとはもちろんできるんですけどね。ただ、風向きに関しては本当にもうこっち側の面。そしたら出入り口向こう側にして、こっち側から風を受けるような状態を作ってあげる。っていうだけで全然十分だとは思います。もちろんタープとかシェルターの場合、こっち側を下げて貼るとか、ポールがこっち側は低いポールで、こっち側高くして貼るような、ちょっと
斜めになるようなタイプのシェルターだったらば、低い方を風上側に向けるっていうのがセオリーにはなるんですよね。だからやり方としたらば、これ、半分ぐらいからこっち側の底を全部外して、広げて、ベタ打ちしてって、下げるっていうのはできるんだけど、今度そうするとここのジッパーが閉まらなくなるんですよ。やろうと思うと。で、そうなると、次考えられるのは、ここのところにループを作って、これ外して、これ託し込むようにしてペグ打って、これがこのままゴンって下がるような状態を作るっていうのはできるんだけど、さっき言ったようにそこまでしなくても大丈夫。ただなんかそれ面白くできたらいいよね。なんかジッパーのポジションっていうのは変えられるから、ほんとここのところにあとはループついておいて、ほんとここのところで畳めるような感じっていうのを作ってあげたらば、ちょっと面白いかもしんないですね。ちょっとやってみようかな、そういうの。やるんだったら、ちょっと待ってね。具体的にできっかな。ちょっと今これ、ちょっと開けちゃう形になるけど、ここのところに固定点がもし設けられれば、これをこうしてあげて、ちょっと仮にこれが、こういう状態。これだから今ちょっとこれ閉じれてないけど、この状態で、そこのところにだからちゃんとうまくなんか縫い目が設けられれば、こういうやり方はできるんじゃないかな。うん。そうそうそう。こういう風な感じで立てるのはありなんじゃないかな。風あれだったらば。さっき言ったように、今これちょっと結んじゃってるからこちら風入っちゃうけども、うまくここのところに固定するポイントを設けとく。あとここ閉じた時に、ここでもなんかペグ打てるようなループつけとけば、こういう貼り方ができたらばいいよね。これはこれでなんか風強い時ありかもしんない。今肺活鉄砲に来られるお客様で、シェルター悩んでますって方に対してどういうヒアリングをして、例えばじゃああなただったらじゃあツルトだねとか、あなただったらワンポールだねみたいなことを土屋さんは伝えられてますか？実はハイカーは何使ってもいいって僕は思ってて、どっちかっていうとその人がやりたい旅のイメージを一番大事にヒアリングしています。ただうちに来るお客様の場合、山道さんもそうだと思うんだけど、ほとんどの方が多分アルピニズム的なものに興味を持ってくるのではなくて、どっちかっていうといわゆるロングハイクだったりとか、旅の文脈で来る方が多いと思うんだよね。そうなってくると、欲しがってるものっていうのっておのずと決まってくるじゃないですか。どっちかっていうとヒアリングをするっていうよりは、本人が本当になんか使いたいと思ってるものを聞き出してあげるようにしてます。あなたはこれじゃなきゃダメとかっていう考え方じゃなくって、じゃあ、あなたが使いたいテントがこれなんだったらば一緒にこれを使えるようにしましょう。この使い方をちゃんと教えてあげます。どういうところを気をつけなきゃいけなくっていうのを説明してあげて、その子がそれを使えるようにしていく。それは実はオープン当初から変わってなくって、初めてテント買うんだけど、それがタープっていう子もいっぱいいた。お店始めた当時とかだと、やっぱりウルトラライトをやりたいって熱量はあるんだけど、登山専門店さんに行ってそういうことをいきなり話しても、登山専門店さんもびっくりだよね。いやいや、危ないからテントにしなよ。っていうか、もしくは、その当時そういったお客さんから言ったらバカにされたって。自分がやりたいことを頭から否定されてしまったことに対して、すごくネガティブな感情を持ってらっしゃるお客様もいたので、ハイキングって基本的に技術的な難易度はないと思ってるんですよ。むしろどっちかっていうと自然環境に対してのどういう風なアンテナを張るのかとか、生活技術に対してこういうことの発想を大事にするとか、あとはそういういろんな作業を厭わないっていうのかな。手間暇かけることを厭わなければこういうことができるよっていうのなので、山の初心者かそうじゃないかは実は関係ないっていうのが僕の持論です。もちろん経験はあった方がよりうまくはいくけども、なので本人がこういうものを使いたい、タープを使いたいんだったらば、うまく本当にそれを引き出してあげて、なんだタープ使いたいんじゃん。使いたいです。じゃあ使おうよ。で、ただこういうことが注意点だよとか、でダメかもしれないよっていうのを話してあげるようにしてます。タープだったりワンポールとかがぼんやりもまだ決まってない人とかだったら、そういうのがね、ぼんやりと決まってない場合とかだったらば、でもなんかその時ってどっちかっていうと具体的に決まってなくても、より軽い方に行きたいですかっていうのと、なるべくテントを立てることに対してストレスがない方向に行きたいですかっていうので分けてます、僕は。だから要は結局、さっき言ったように、ドームテントってストレスが少ないんですよ、立てるにあたって。ストレスが少ないっていうのは、精神的な最初のハードルが低い。僕にもできるかもしれない。で、これ、俺できるかなスタートになるんですよ。
だからその精神的なハードルを許容できるかできないか。なんか初めてこれからテントワークするのに、ここまでやるのはちょっとやっぱ少しストレス感じる。だったらば、もうドームテント行きましょう。じゃあドームテントの中でダブルオールにはこういう特性があるよ。シングルオールはこうだよって話をする。ただ今だったらばもうダブルオールでも1キロ以下っていうのは出てるんで。さっき言ったように僕自身は、うちのお客様の多くが、夏目様って言った。夏目さんもそうだけど、セルト使って北アルプスとかってすごく言ってくれた方がたくさんいらっしゃったので、やっぱり自分自身の体験だけじゃなくて、みんなのお客様の体験含めてセルトで行けるっていう自信があるから、場所は無接機だったらば、どっちがダメとかはないですね。タープの時だけちょっと気をつけるようにはしてます。だからうちはなんか今基本的には応用性の中でセルトを話するのと、あとは自立ドームを話するのっていうのが一個ちょっと大きな分け方ですね。で、あとはやっていく中で、やっぱりセルトってさっき言ったように歴史ある形だし、この家型って。で、日本でも実績はあるんだけど、やっぱある意味昔からの形だから古臭いは古臭いんですよ。やっぱり僕らがアメリカのかっこいいみたいなのとかとあるじゃない。そういうのも聞き出すようにはしてる。じゃあ、こっち行くか。高いけど、ハイパーのミッドワン行ってみるとか、やっぱスタンダードなルナソール使ってみるとか、そういう話とかもやっぱしていきますね。注意点ちゃんと教えてあげた上でテンション高く言ってもらいたいんですよね。なんかこのテント持って旅に出たいって思えることがやっぱ一番大事がザックもそうなんだけど、山スキーしますとか、クライミングします、沢登りしますっていう風にトレイルの外に出る活動になってくると、そうもいかない場合が多い。でも、オントレイルでの遊びがあったらば、細心の注意ってきちんと叱るべき注意を払ってれば大丈夫ってパターンが多いかなと思ってるので。だから僕のヒアリングはそんな感じです。これってもうここでペグ打ちしちゃうやつですか？そうです。でですね、ビビーサック。この手のものとかだと、今だとソルのエスケープビビーをみんな使ってる方多いですよね。ビビーって言われてるものと、シュラフカバーって言って売られてるものとの一番最大の違い、結構ここってごっちゃにしちゃうとめんどくさいってことがあってて、やっぱりビビーって言っちゃえば、一番最小面積で寝れるよね。これで閉じちゃえば、物を置くスペースはないけど、とりあえずさっき言った風が強いから、セルト倒して寝てますみたいな時なんか考えたらば、同じやんってなるんで、大丈夫なんですよ、より。なので、ビビーをもっと積極的に使うっていう方法も全然ありだと思いますし、他社さんになるけど、ムーンライトギアさんなんかは、より積極的に、あそこはみんなスタッフがビビー使うの大好きだから、そのビビーのスタイルっていうものを提案しているお店さん、日本で一番それを提案しているお店さんだと思うんですね。じゃあビビーを考えるときに、一番実は注意しなきゃいけないことって何なのかっていうと、こういうところにネットがある、ないとかじゃなくって、ボトムに何使ってるかだと考えてください。これいわゆるシュラフカバー、僕が今乗っかっちゃってるの。で、これビビーね。で、いわゆるアメリカでビビーサックって言われてるものは、これ言っちゃえばテントの小型版だと思ってください。要は、こういうテントがあります。このテントも、本体部分の、いわゆる超撥水素材だったりだとか、防水透視素材だったりだとか、そういうものが本体に使われていて、ボトムの部分っていうのは、そういうのじゃないんだよね。いわゆるポリウレタンの防水コーティングをしたナイロンが使われているのがほとんどです。で、ここはだから傷つく。要は地面にダイレクトに当たる部分だから、穴が開いたり傷がついたりすること大前提なんだよね。で、それをリペアしていく。だからこの中にマット入れて寝るよね。寝袋入れて。で、いわゆるビビーサックはそれがちっちゃくなったものなので、構造も、こうに別なの。上側は同じ本体素材です。下はいわゆるこういうテントのフロアと同じものになっています。なのでこれも上側は防水透視素材を使ってます。でも下側は防水コーティングをしたいわゆる普通のナイロンです。だからこれに関して言うとマット中入れなんですね。で、寝袋も中なんです。幅もだからマットを入れてもいいような幅になってる。で、いわゆるエスケープビビーは上下で素材は違うんだけど、あれはもうタイベックで作られてると思ってもらっちゃえばいいものなので、あれ自身はだからタイベックグラントシートにみんなするでしょ。だからあれはそのまんま使っていいし。非常用ってこともあるんで、あれはもう中にそのまま入って寝るの前提。で、一方、日本で発達したシュラフカバーっていうのは、さっきも言ったようにテントの中で使うことを前提にして最初作られたものなので、あくまで寝袋のカバーなんですね。これはテントの中で使うって考えてもらうといいです。だから全部が防水透視素材なの。
もちろんこれなんかはちょっと冬山用のものが入るので実際この中にマットを入れてっていうのもできなくはないんだけれども、この状態でマットを入れて地べたに寝ちゃうとダメージを、それを想定してないので、圧力かかった時にポリウレタンのコーティングをしているこのグラウンドシート状のものよりは寝た時に圧力がグッてかかるとこっちの方が簡単にジュッて水が入ってきちゃうので、これを地面にダイレクトに寝るっていうのは実は想定された使い方ではない。非常時にそういう使い方をする場合もあるけれど、そういうふうに考えてもらうといいです。だからこれを屋外で使う場合はマットは下なんです。マット敷いてマットの上にこうやって寝袋入れて寝るは全然使える。でもこっち側はマットは中なんです。でそれっていうのは今みたいな構造上の違いがあるからなんですよっていうのを頭に入れといてもらうといいかなと思います。でそれを分かった上であえてこうに使います、僕はこう使いますっていうのはありかなとは思うんでね。ただそういう違いとかはちょっと理解しておいてもらうといいかなと思います。逆になんかちょっと今回は簡単に言うとテントのざっくりとした歴史で、実は昔にも UL 的なネタがいっぱいありますよっていうことと、そのドームテントと非自立型、自立型と非自立型の違いっていうのはその耐候性の強さ、耐風性の強さではなくって居住性とかそういうところに実はもっと重きがあるんですよっていう部分で、あとは実際建てながら設営面積の違いとかっていうのも見てもらえたし、あとはいわゆる非自立型を建てる時なんかの基本的な建て方の考え方で、それを全部応用していけばいろんなものに、非自立型のほとんどのものにつながっていくんだっていうのが理解してもらえればいいかなと思います。ちょっとねダブルウォールテントとかの話までいかなかったんだけども、そういうのはまたもし何か今後そういうのがあるんだったらばまたちょっとプラスアルファとかっていうのも話す機会を設けてもいいのかもしれませんし、皆さんからリクエストあればいつでもお話できればと思います。ということで長くなりましたが今日もありがとうございました。皆さん、お願いします。